そうですね、思いとしてはやっぱり絶対に完成させたいっていう使命感がすごい強かったかなと思っております。ルミナスプロダクションズ自体が、完全新規の新しい IP を作ろう、ファイナルファンタジーでもドラクエでもキングダムハーツでもない新しいゲームを作りたいっていうコンセプトだったので、フォースボーグンの開発初期っていうのは、とても苦労しました。特に2018年から19年のプリプロの時期っていうのはやっぱりゲームとしてこういう方向にしようかとか、逆にこっちの方が足りないんじゃないかとかっていう風にいろいろな施策をやってた時期で、自分が CEO ディレクターとして入ったタイミングっていうのはちょうどその施策が完了しプロトタイプができたタイミングで、この方向でいったらいけるんじゃないかっていう手応えが生まれてきたような時期でした。そのタイミングで本格的な量産だったり大勢のスタッフを率いて組織を動かさないといけないっていう状況だったので、ディレクション経験がある自分が抜擢されたっていう形になりました。なのでこういうゲームにしたいとかこういうプロジェクトにしたいっていう壮大な思いっていうよりも、むしろこれだけ施策で頑張って作ったプロトタイプで作ったものを絶対にルミナスプロダクションズのデビュー作として世に出すぞっていうそういう思いの方が強くて、使命感にとても燃えていたっていうところがあったと思います。やっぱりルミナスプロダクションズが強いのはやっぱりアートとテクノロジーの部分です。自分たちゲームデザイナーが一番やらないといけないのは、このアートとテクノロジーをしっかりゲーム体験に落として、でそれをユーザーの皆さんに届けることだと思っております。例えばフォースボーグンでうまくいったところとしては、例えば魔法が100個あるバトルシステムっていうのは魔法のエフェクトの美しさっていうのを存分に楽しめるバトルになってますし、フォースボーグンの人間ドラマっていうのも最新のフェイシャル技術があるからこそ重厚なドラマになってます。やっぱり単純にゲームとして面白いっていうだけだったらどんなテレビゲームでもハードゲームとかでも実現できるんですけど、やっぱりフォースポークンのゲーム体験っていうのはフォースポークンでしか体験できない要素で、ルミナスプロダクションズのグラフィックだったり技術力の高さをちゃんと実感できる要素になっているので、ここは世界中の皆さんにぜひ注目してほしいポイントかなと思ってます。そうですね、やっぱり自分は当日前日眠れなかったです。開発ではやっぱり1年以上ユーザーテストっていうゲームユーザーリサーチっていう取り組みをやっていて、開発メンバーだけではなくてスクエアエニックスの品質管理部門だったり時には世界中のメディアだったり協力会社の皆さんに実際に遊んでもらっていろんなフィードバックを受けてます。例えばここが良かったとかここは調整足りないよねとかいう意見をもとに調整とかポリッシュとかでもやっているんで、当然 TGS でもやっぱり手応えは自分たちも持ってたんですけど、やっぱりユーザーの皆さんが実際触るっていうのはそこが初めてだったので、本当に好意的に楽しんでもらって非常に良かったと思ってます。特に今回は3年ぶりのリアル開催の TGS っていうところもあったので当日僕も幕張メッセに行ったんですけど、やっぱりなんか TGS が帰ってきたっていう感動があったんで、来年もぜひ開催していただいてこの日本のゲーム業界を盛り上げてもらいたいと思っております。まずはフォースボーグンも全力でっていうところは当然ありますが、個人的にはオープンワールドのゲームを今後も開発続けていきたいと思ってます。やっぱりフォースポークンとか、15もそうだったんですけど大規模なオープンワールドのゲームを作るっていうのは本当にやっぱり肉体的にも精神的にもハードで、やっぱり世界中を探してもちゃんとしっかり作りきれる会社っていうのは本当少ないと思ってます。やっぱり自分たちが辞めてしまったらやっぱりこういうグラフィックだったり技術っていうところを大事にするゲームっていうのがもしかしたら日本からなくなってしまうっていうところもあったりするので、やっぱりそれは寂しいなと思います。なのでしっかり成果を出して LP が作るオープンワールドのゲームをもっと遊びたいと皆さんに言ってもらえるように日々頑張っていきたいと思います。フォースボーグンがいよいよ1月24日に発売されます。まずはフォースボーグンの開発に携わっていただいた LP の開発メンバーおよびスクエアエニックスのメンバー、そして国内海外の関連会社の皆さん本当にありがとうございました。皆さんの協力なくしてはここまでたどり着けなかったと思っていますので本当に自分たちは感謝しています。そしてユーザーの皆さん、ルミナスプロダクションズのデビュー作がついに発売されます。発売日まではもうちょっと先なんですけど、楽しんでいただければと思いますので皆さんよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。